パート83始めていきましょう。西開かずの門の北側、この場所に作事所を作っていきたいと思います。3の丸、北西の隅ですね。建物の土台を置いてあるのですが、最初に作るのはこちらの土台がない場所です。というわけで早速作っていきましょう。建材はひび割れた深層岩タイルですね。深層岩タイルを使ってこの場所に窯小屋を作ります。地面を一段削って深層岩タイルで壁を作っていきましょう。これで壁ができましたね。さて、この窯小屋なんですが、石製造機にしたいと思います。聖地で使う石を今はアカシアの村から毎回調達してきている状態です。そろそろ現地調達したいということで、石製造機を窯小屋に見立てて作っていきます。作り方はアカシアの村にある石製造機と同じです。ホッパーの上にホッパー付きトロッコを置いて石を回収する装置を作っていきたいと思います。この装置のいいところは砂利でトロッコを隠せるところですよね。なんかプカプカしていますね。トロッコにはまるはずなのですが、とりあえずこのまま作っていってみましょうか。水を置く場所に階段ブロックを置いていきます。ここに水を入れていきましょう。水が溢れてこないようにボタンを置いてからマグマを溜めておく場所を作っていきたいと思います。これで砂利が落ちてくれると嬉しいのですが、ダメだったら作り直しですかね。さあ、どうでしょう。ちゃんと砂利が下に落ちていますね。うまく砂利がはまっていないところもありそうなので、修理はするとして、ひとまず石製造機はこれで完成ですね。小屋を作っていきましょう。屋根を支える柱は柵を使って表現します。ちょっと危ないので先に天井を作っておきましょう。窯の正面部分には滑らかな石で床を作っていきます。窯小屋が完成しましたね。この窯小屋のホッパーの先、この場所には作事所の物置小屋を作ります。というわけでここにも装置を作っていきます。まずは床をくり抜いてしまいましょう。くり抜いた床下に仕分け装置を作ります。仕分け装置が設置できましたね。仕分け装置を丸石で囲って装置部分を完成させてしまいましょう。作事所を作っていきます。正面から入って左手の建物から作っていきたいと思います。仕分け装置を作った物置小屋ですね。骨組みから作っていきましょう。壁の高さは3マスで作っていきます。
この作事所なんですが、資料がほとんど残っていません。絵図に描かれているのは建物の形だけです。そもそも作事所とは何をするところかというと、左官や大工といった職人を雇って建物や修繕の工事をするために作られた場所です。お城は縄張りと呼ばれる設計図を作成する工程が終わると、普請と呼ばれる工程に移ります。普請は石垣や土塁で区画を区切り、廓を作る作業になりますね。本丸、二の丸、三の丸といった場所を作っていく工程になります。石垣や土塁、堀ができると作事と呼ばれる工程に移っていきます。お城の建設、修理といった建築に関わる全般が作事と呼ばれ、その作事のために設けられた場所がこの作事所ですね。骨組みができましたね。壁を作っていきましょう。一番下の段には黒カシの板材を使って壁を作っていきます。2段目からは白漆喰で壁を作ります。内壁はすべて白漆喰で作ります。装置からつながる水がある場所には水を追加しながら内壁を作っていきます。天井は傾斜をつけて階段ブロックで作っていきます。先に内装を作っておきましょう。チェストを置く場所に茶色のゴザを敷いておきます。仕分け装置からつながるホッパーの前にチェストを置いておきましょう。たるきを作っていきます。奇数壁なので中央にハーフブロックを置いてたるきを作っていきます。折れ曲がっている部分からは一方向にたるきを作っていきます。たるきは一方向で作った方が綺麗なんですよね。たるきができたので屋根を作っていきましょう。今回は黒カシを使って屋根を作っていきます。4段目からはハフを作ります。棟瓦を置いて屋根の完成ですね。物置小屋の手前、入り口から入って右手の建物も作っていきましょう。高さは物置小屋と同じ高さです。こちら側の建物は作事所の出入りを監視する番所といったところですかね。壁を作っていきましょう。物置小屋と同じように黒カシとクォーツを使って作っていきます。内装も作っておきましょう。一段高い場所は板張りにしておきたいと思います。入り口の建物ができましたね。作業小屋を作っていきましょう。まずは右手の建物から作っていきます。骨組みからですね。今回は壁の高さを4段で作っていきます。こちらの建物は在庫を管理したり、寸法を決めたりといった事務的な作業をする場所にしたいと思います。
というわけで、座敷のある建物を作っていきたいと思います。壁を作っていきましょう。板張りの壁を作っていきます。黒樫の板材を使って壁を作っていきたいと思います。頭皮を使ってたるきを作ります。屋根も頭皮で作っていきましょう。床を張っていきます。座敷にしたいので一段高い場所に頭皮で床を作っていきます。建物ができましたね。ひさしを作っていきましょう。屋根の部分は頭皮で作っていきます。ひさしを支える柱は黒樫の柵で作ります。作業小屋が完成しました。これと同じような形でこちらにも作業小屋を作っていきます。骨組みが出来上がりました。屋根が完成しましたね。板張りの壁が出来上がりました。おはようございます。というわけで内装を続けて作っていきましょう。木工作業所、大工作業所、この隣に火事場を作っていきます。まずは床を一段掘り下げていきます。木製の不意号を作りたいので木を張っておきましょう。不意号は手動で風を送る装置です。今回はピストンを使って再現していきたいと思います。まずは床の下にオブザーバーを埋め込みます。オブザーバーを向き合わせることで連続した動きをさせたいので、粘着ピストンを置いてその先にオブザーバーを置いておきます。これで装置部分は完成ですね。装置を動かすためのスイッチを作っていきます。信号を送るためのレッドストーンを置いて、この場所に新しく追加された銅の電球を置きます。銅の電球からの信号をレッドストーンにつなげます。ボタンを置いてスイッチを押してみましょう。ちゃんと動きましたね。銅の電球はボタンでオン・オフができるので、今回は銅ブロックを使った装置を作ってみました。不意号を作っていきましょう。このレッドストーントーチを使ってピストンを動かします。これでスイッチを押すとピストンが連続して動く装置ができました。頭皮で周りを囲んで不意号を完成させていきます。火事場が完成しました。鉄を打つ場所と火床に風を送る不意号ですね。本当は手で押したり引いたりして風を送るのですが、今回はこの形にしてみました。さて、火事場が完成したので、こちらの建物にもひさしをつけていきましょう。残りの細かい建物も建てていきたいと思います。ここには接近を作っていきます。接近が完成しました。残す建物はここですね。
物置小屋へホッパーがつながっている場所です。ここには焼き物を焼く前に乾燥させるための乾燥小屋を作っていきます。骨組みから作っていきましょう。屋根を作っていきます。樽木も屋根も頭皮で作ります。チェストを置いていきましょう。ここのチェストに入れたものは物置小屋の仕分け装置につながっています。ここにはかまどがあるのですが、内装を先に作っていきます。火を使う場所なので炭小屋も作っておきましょう。ここのホッパーは乾燥小屋のかまどにつながっていますね。これでやっとアカシアの村へ行かなくても、ここで全て調達できるようになりますね。作業所出来上がりましたね。今回は建物の形しかわからないという大変な建築でした。とは言っても作業所にある施設については金沢城の作業所修築のために作られた絵図を参考に作っています。この管理などをする作業部屋があったりとか、あとはこちら側ですね。こちらに作成した木工作業だったり大工作業の区画があったりというのは金沢城の絵図を今回参考にしています。あとはここの釜小屋ですね。釜小屋ができたことでだいぶ便利になりました。これでアカシアの村にわざわざ行くことがなくなったのかなと思います。ここでね、自動仕分けもできるので、だいぶ便利になりましたよね。この乾燥小屋、炭小屋が併設してあるのでね、炭で焼くかまどですが、炭は余るほどあるので、全てここで賄えるようになったのかなって思います。ということで、今回は作事所を作っていきました。いかがだったでしょうか。次回は、この作事所の東側ですね。北開かずの門周りの建築を進めていきたいなと思っています。とはいえ今回鉄を使いすぎたので少しブランチマイニングをしないといけない状況ですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。